んにちは、メイです。今回は久しぶりにカフェ作りということで、掘りごたつのある和カフェを作りました。ここのカフェは土足厳禁です。あまり履物を脱ぎたくないという方もいらっしゃいますが、私もその一人です。履きにくい靴だと着脱が面倒ですからね。では、お履物を脱ぐカフェを作っていきます。今回のテーマは紅葉が見える掘りごたつカフェです。部屋の概要です。部屋の大きさは最大。窓はなしでエントランスは一番左。ライトは白で最大の明るさです。環境音は高原です。壁紙と床の詳細です。川が流れていますが隠してしまうので OK です。ただし湿気は残ります。まず皮をなかったことにしたいので木のラグを敷いていきます。まず入り口からまっすぐ敷いたところは疑似の端を作る部分です。そこから左右に分かれ、右は下駄箱、左は掘りごたつスペースです。下駄箱スペースには1畳の畳を3つ並べて、靴を脱いでも畳なので柔らかいということにします。一般的には手入れのしやすさからフローリングでしょうけど、雰囲気のために採用です。下準備が終わりました。まだ皮が見えていますが OK です。安心してください。隠しますよ。掘りごたつの周りを作っていきます。ここに木製カウンター H を並べます。下駄箱と掘りごたつスペースの間に木製カウンター L を置いていきます。掘りごたつは畳のベッドで作ります。テーブルを置くところ以外は敷き詰めます。川の上ですが問題ありません。部屋の家具数制限がギリギリなので、この家の基礎はほぼなしで作ります。基礎がないので隙間風や足元の冷えがえぐそうですね。その前に拭きさらしなんですけどね。開けておいたところに机を設置します。砂利や皮が見えてしまうので、見える部分だけ木のラグを敷いてごまかしていきます。これで畳ベッドの置いてある場所の下は砂利ということを忘れてしまいますね。畳ベッドなので寝転がってしか飲食ができない縛りがありますね。間が多少空いていても目立たない場所プラス後で隠すので気にしていません。掘りごたつのお枠ができたので小物を飾ってお食事処という感じを出していきます。せっかくなので単語節の字幕を置こうと思ったのですが、まさかの手に入れてなくて笑いました。発売当初からつもりをやってきて手に入れてない家具があるのかと自分自身にびっくりですね。実行ウォールステッカーで窓を作っていきます。いつも名前を忘れる和風の部屋の上にある明かり欄間を設置します。格子の障子も設置して少しだけ現代風な和のテイストを取り入れます。このマイデザインは多分配布していません。左側の壁にも同じように窓をつけていきます。畳ベッド部分に椅子を導入したかったのですが、いい感じの高さの椅子がなくて泣く泣く諦めました。いい感じのものが見つかったらぜひ教えてください。手すりをつけて思わず落下してしまったなんてことが起きないように事前に手を打っておきます。ステッカーを貼りまくったらいい感じに和の感じが出てきましたね。少しは吹きさらし感も軽減したかと思います。クッションで座布団を作って座れる雰囲気だけを出します。次は小さな庭を作ります。獅子おどしとかは和風の庭っぽさを演出してくれるのでよく使うアイテムです。和風の庭は何かの風景を表現することが多いのですが、この庭は別に何もテーマはありません。適当です。生地の端っぽさを出すために丸太の杭を置いていきます。島クリエイトでも使ったものですね。使ってよかったな、自由度高いなと思ったものはいろんなところで多用していく精神です。2度あることは3度あるのできっとまた多用します。下駄箱を作っていきます。
木製ロッカーを使っています。低さがちょうどいいですね。間を埋めるように展示台を置いて隙間をなくします。手前側は説明文が見えるようにして何らかの注意文が書いてある雰囲気を演出。土足禁止マークはマイデザインの投稿をしていないので、リクエストがあればドット絵を公開します。もみじの葉っぱを置いて少しだけ外な感じを出します。最後に横長ののれんをかけて、ここから入る感を出しておきます。入り口を間違える人もいると思いますので、ちょっとした誘導です。これで全て完成です。掘りごたつのある和カフェはいかがだったでしょうか。寝っ転がってしか食べられない縛りのあるお行儀の悪いカフェですが、雰囲気は出ていたかと思います。小上がりと掘りごたつのある和カフェいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。